たらずです。今日はね ER34 スカイライン ER34 のまた動画になります。前回ねエンジンかからなかったっていうのをね今回なんとかねかけていこうと思ってます。それで悪いだろうなって思う点をパーツを買って今回ねやっていきましょう。そう、ポンプが悪いと思ってたんでね、ポンプをね交換する前に燃料フィルターもねついでに交換しておきます。ポンプ壊れてるから燃圧多分かかってないだろうからね、その隙にねフィルター交換していきましょう。そう、この車は結構ね手の届きやすいところにあります。エンジンルームの中だね、その中にあるんですけどね、この丸っこい筒、これがね燃料フィルターになります。そう、ホース上下だね、そしてステーでね止まってますんでね、それを緩めておいて、緩めたらね軽く刺しておきます。このいくらね燃圧かかってないからって言ってもね結構ガソリン出てくるんで、本当にねもう取れるぐらいな感じで刺しておいてください。そうしないと結構出てくるんでね、ガソリン結構出てきます。そうなのでね、抜いたらもうそこでパッて入れるみたいな感じでねやるとね、少量で済みますけどね、絶対にこぼれますから、本当に火の取り扱い気をつけてください。本当に気をつけてくださいね。ガソリンですからね、火気厳禁。あとはねバッテリーもね端子絶対外してくださいね。バッテリーパチパチになったらもう一瞬で火がつきますからね、気をつけながらやりましょう。そう、あとはね閉めて終わりです。簡単なね取って外してつけるだけなのでね、ついでにね交換しておきました。長年の放置車なんでね、この辺は変えれるところはいろいろね変えていった方がねいいと思って、ほらこれはね丸っこく見えるところ、あそこがね燃料フィルターです。そう、そして次はね燃料ポンプ、多分ここであろうと思う燃料ポンプだね。そう、その前にトランクボードを外します。そう、このトランクボードは通常の ER34 にはついてません。これはGTR 用だね、 PNR34 用のトランクボードをねつけてます。補強のためだね。そう、あれタイロットつけようと、タイロットだってあれだ、タワーバーつけようと思ったんですけどね、室内にごっそり出てくるんでね、それが嫌でこれにしたんですけどね、めちゃ重たいだよねこれタワーバーの方が軽いから。そう、あとはねここにねパネルがあって、それを開けば出てきます。でコネクタ、そしてホースレー外します。これはね見当たるものを外せば、全部ね見当たるものを外せば取れますから。そう、このリングみたいなので止まってるんだけどね、これがね結構硬いの。もうねマイナスドライバーで、そしてハンマーでコンコンやって回してね取りました。結構硬い。あれ取り方あるのかな。俺はねそうやって取ったけどさ。そう、そしたらねなんていうのかな、これ分割式になってんだよね。上はねコネクタ類でしょ。でポンプ自体はねタンクの中にあります。なのでね絶対に手がガソリンに浸かります本当にこれね、本当これ嫌だな。これ嫌なんだよな。本当に絶対に手がねガソリンに浸かりますんでね、それは覚悟してください。冬なんかやるとね相当冷たいよ。そして気化熱でね熱も奪われるからね、相当手が冷たくなります夏にやった方がいいっつったってね、ポンプなんかいつ壊れるか分かんないしね。でね見てみましょう。そう、錆びてるね。結構錆びてるな。これ結構錆びてんな。しょうがない、変えていきましょう。そう、最初から車外ポンプでねついてました。俺買った時からもうこれついてたんだね。車外ポンプになってたね。そう、そしたらねホースを取っていきましょう。そうって言いました。これ引っこ抜きすぎてね勢い余って指をねガンってやりました。そう、ホース類を
取ってね。で、軽くサビ落としておきました。いや、こんなにサビ、ヨッピーのね、GTO やった時は全然錆びてなかったんだよ。あっちの方が放置期間長かったのに、こっちの方が錆びてるってね。そう。どうもね、日産車って錆びやすい気がするな。結構錆びるよね、日産車ってさ。鉄が悪いのかな、きっと。そう、そんなことよりね、進んでいきましょう。そう、このストレーナー、車外のポンプ買うとね、ストレーナーもついてくるんですけど、これはね、純正のやつを使った方がいいです。まあ、俺はね、使い回ししますけど、あんまりにも汚いようでしたら、純正パーツを買ってください。これ、付属のストレーナー使うとね、あれだよ、ガソリン吸えなくなったりしますからね。半分減ったら吸えないとかね、結構そういう不具合ありますからね。そう。やっぱりね、車外のポンプです。ぴったり収まりませんのでね、どうにかこうにか合わせてください。まあ大体こんなもんだよね。燃料ポンプってさ。そう。クリップワッシャーがついてるんでね、新しいのをそれは使っておきました。であとはね、逆手順で組んでいくだけなんですけど、やっぱりポンプの違い多少あります。サイズ感もちょっと違ったりしますんでね、どうにかこうにか無理やりつけてください。無理やりですからね。まあ、結構、なんていうのかな、ホースバンドで、ね、飛べる人もいるけどね、俺はついてきたこのゴムで飛べました。なんか錆びるのが嫌でさ、まあ、ゴムにしたんだけど、それにしても錆びひどいな。まあ、そんなことよりね、ホースバンドね、止めていきます。そう。あれはね、燃料パイプにつながるホースバンドでね、あれをつけて、これでもう完成です。結構ね、燃料ポンプはね、簡単です。簡単にね、交換できます。そう。あとは逆手順で戻していくだけ。また再びね、ガソリンに手を突っ込みます。これすげえやだな。本当に。そう。そして戻してね、かかるでしょうか。ということでね、無事にかかりました。いやー、なんとなく原因は分かってたんですけどね、やっぱりかかるまでは心配でした。でもかかってよかったな。まあね、ついでに、まあいろいろね、エア抜きだとかしておきました。あとは漏れ等をチェックしてね、あとはエンジンかかって完成ってことになるんですけどね。
まあこれにまた一手間ね、燃料系に加えようと思います。次のね、動画では燃料のフュエルレギュレーターを交換しようと思ってます。まあ強化ポンプを組んだので、それに伴ってね、レギュレーターもちょっと変えようと思ってね。強化ポンプとか組んでる人はやっぱレギュレーターとかね、変えた方がね、多分安定した燃圧を送ることができると思うので、それもね、来週だって次の動画でね、やっていきます。この動画でね、やってもよかったんですけどね、ちょっとあんまりにもまた長くなりそうだったんでね、今日はね、短めにかかってってことでね、一旦これを閉めて、次のね、動画でまたレギュレーターの交換やっていきます。あとはレギュレーター交換すれば、エンジン関係はもう終わりかな。あとはね、インテリア、そしてね、ボディの塗装に入っていきます。この次はやっぱりインテリアに入ろうかなって考えてますけどね。一旦かかったんでね、一安心です。かかっちゃえばね、あとは動くこと間違いないので、ちょっと一安心でね、次の作業にもね、なんか弾みがつきます。ということでね、次の動画も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。